子供も大人もみんなでトランプで遊んでいます。とても楽しそうな光景です。どこだよ。1個選んで聞いてみよう。はい、歯磨きをしてないとどんな危険がありますか？知ってるよね。バイキンマンになる。バイキンマンになるね。歯の中ね。あと虫歯になるの。そうね、虫歯になるね。あと歯が痛くなっちゃう。痛くなっちゃうね。そう、病院行ける時だったらいいんですけどね。病院行けない環境だとまた。病院がなかったらどうするの？どうするんだろう。どうしたらいい？歯を抜くの。そうか。はい、ありがとうございます。男の子は歯を磨かないとどうなるかについて話をしました。一体どういうことなのでしょう。実はこのトランプ、ただのトランプではありません。その名も防災トランプ。数字やマークの他にカードにお題が書いてあります。地震や噴火などの災害に関するものや身近な危険など防災に関することが書かれています。トランプと防災、このトランプにはどのような思いが込められているのでしょうか。防災トランプのルールはとてもシンプルです。皆さんがよく知るババ抜きや神経衰弱、ポーカーなど定番のトランプのルールで遊びます。そのまま遊ぶこともできますが、オリジナルのルールとして決められたタイミングでカードに書いてあるお題からどんな危険が生まれるかを話します。話は体験談やニュースを見て考えたことなど何でも大丈夫です。話をしたらボーナスがもらえます。ババ抜きを例に具体的に見てみましょう。今回のルールではオレンジ色のカードを場に捨てればお話ができるチャンスです。女の子が手札を2枚捨てました。オレンジのカードがあります。外にいるときに強風が吹き荒れている。学校や職場などよく行く場所にいるときに強い揺れが起こった。こっちで話しようか。これ学校にいるときにすごいグラグラグラって揺れて、しーちゃんは何が怖いですか？学校いつもどこにいる？よく行く場所。学校でどこにいる？それは教室？じゃあ教室にいるときにグラグラグラって地震が起こったら、しーちゃん何が危ないと思う？起きたとき。起きたときある？その時どうだった？でも揺れはそんなに強くなかった。強くなかった？すごい強かったら何が怖い？天井から物が落ちてくる。そしたらカードで押さえても無理じゃない？カードで押さえても無理だね。何で押さえたら平気そう？テーブルあとテーブルの下に隠れる。じゃあさ、近くにテーブルなかったらどうする？あるでしょ普通。あるかな。廊下とかある？テーブルないな。見えてどうする？るよ。廊下だったら岡田見えてるよ。廊下あったら見えちゃったよ。ねえやめて。また混ぜればいい。廊廊下だったらどうする？廊下だったら急いで教室に走って。女の子は話したのでボーナスがもらえます。ババ抜きのボーナスはもう1枚引いてもらえること。女の子の手札は残り2枚。つまり上がることができました。お分かりいただけたでしょうか。防災トランプは防災の話をすると勝ちやすくなるトランプなんです。息子さんと一緒にトランプで遊ぶお父さん。この人が防災トランプの生みの親、福本瑠衣さんです。福本さんは東日本大震災が起こった直後の3月、医療救急チームのコーディネーターとして南三陸町で活動しました。医師や看護師が自分の業務に専念できるように様々な調整業務を行った福本さん。目の前でブルーシートにくるまれたご遺体が運ばれていく姿など、
被災地の厳しい現場を経験しました。でも精神的に参ってしまうような、そういう場面が何度もあって、でこれがもし自分の地域で起きたらって考えると、ゾッとするなっていうのと、やっぱりこのどうにかして被災地で得た経験とか知識っていうのを、誰かに伝えていきたいなって、そういうふうに考えるようになりました。被災地から戻った福本さんは、すぐに経験を伝えるべく活動しました。しかし、講演活動をしても手応えはありませんでした。その時僕がこれは必要だなって思うことを丁寧に解説していく、そういうのを伝えていくっていう場を作ったんですけど、参加してみて参加者からの評判ってすごい良かったんですよ。良い話が聞けたとか、有意義だったとか、そういう声が大半でした。でこれはこれでありがたいなと思ったんですけど、その時やってみて失敗しちゃったなってすごい強く感じたんです。僕が用意しすぎて、参加者が完全に受け身になっちゃったっていうのが大きな失敗の要因かなって思ってるんですけど、僕がその被災地で学んだことってなんだっけってもう一回問いかけてみると、やっぱりその自分でその時の状況を把握して、自分で考えて、自分で気づいて、自分で動く、そういうことを前提にいろんな人とコミュニケーションをとって協力していくことって、それだったんですよね。だから能動的にならなくちゃいけないっていうのが、一番大事なことなのに、そこはごっそり抜ける形の、結果になってしまったっていうところで失敗した。ある時、講演後、車椅子のおばあさんが福本さんに言いました。私は足が悪いから一人では避難できない。どうしたらよいか。すぐには答えが出ませんでした。一人一人にそれぞれの防災訓練がいる。このまま続けても仕方ないと感じました。そうした場を作るものとして、トランプが真っ先に思い浮かびました。でそのイメージにぴったりなのがやっぱりトランプで、年末年始に家族とか親戚で集まるじゃないですか。で今年1年はやれこんな経験したとか、どうだったとか、これから1年こういうふうに過ごしたいとか、そういういろんな振り返りだったり今後のことだったりっていうのを話すると思うんですよね。ああいったシーンを結構イメージしていて、その中には、おじいちゃんもおばあちゃんもいれば、ちっちゃいお孫さんというか子供たちもいて、そういう感じでその世代を超えて楽しく話ができる場じゃないですか。今日は所沢の方の中学校から防災に関する講演と防災トランプの体験教室っていうのを依頼されてるんです。福本さんは世代を超えてトランプを楽しみながら防災について自分たちの経験や考えを話し合う場を作るため、各地で防災訓練の話や防災トランプの遊び方を教える体験教室を開いています。この日は保護者向けの講演会です。福本さんは自宅で防災訓練をする必要性や、72時間は行政からの助けは来ないことを伝え、地域防災の重要性を話します。命を救えるっていうのは自分またはその周りにいるご近所さんだと思うんですね。で、このご近所さんってどうしても自宅の周りっていう。でもこれじゃ参加者は受け身になってしまいますよね。自宅職場どこにでもいます、ご近所さん。そこで防災トランプの登場です。症が流行している。インフルエンザとか夏になって結構ありますよね。ありますね。あと冬もありますね。ちっちゃい子の小学生とか冷やし治療とかいろんなのが出てるので、ある程度予防は必要ですよね。防災の話をするだけの場だと得意な人がずっと喋ってしまう。しかし順番が回ってくるトランプでは、自分の番は話す番、相手の番は話を聞く番、そうやって話し手と聞き手が交互に入れ替わっていく点も防災トランプの魅力です。ただ話を聞くだけじゃなくて、自分がまた発信して何かみんなで笑い合いながらっていうのがとても
もう新しかったです。で防災のこと自体ってやっぱり地域のつながりもとても大事で、やっぱりそこの日頃の関係性からきちんとこう作っておくことが大事だなっていうのがすごくよく分かりました。なかなかやっぱり普段挨拶だけだとなんかその先に行かないんだけれども、こんなこともしながらこう少しお互いの考えてることとかがこうなんかシェアできるような感じになるといいなというふうに思いました。普通の、防災トランプを全国に広めていく役割を担っているのがプレイリーダー。配りますね。福本さんは70人を認定しています。こうやって話を聞くと自分の経験とか、考えたことっていうのが人にイメージが伝わりやすくなるよ、そういう形で参加者の話を引き出せる人っていうのを、育てていくっていう発想でプレイリーダーの方の育成をしています。はい、ありがとうございます。でこれいっぱい、今はね 2,3 枚いいんですけど、いっぱい枚数溜まってくると取るの嫌じゃないですか。なので防災一休さんのルールです。1枚引いてください。東日本大震災発生時、学童クラブで働いていた岡さん。その時の経験からプレイリーダーになりました。じゃあまずこれ読んでいただいていいですか。カードも2時46分に地震があった後に3時のおやつが頭に浮かんできて、3時2、3分とかに1回室内に戻したんですよね。でその時に余震が起こって、その時初めて地震の後に余震が起こるってことを知ったんですよ。でその時何もなかったからいいんですけど、余震で建物なんかが崩れたらきっと後悔してもしきれないだろうなっていう思いがあって、こういった子どもたち預かる場所でなんかこう自分がちゃんと意識を持っておくことが大事だって思いました。東日本大震災以降、さまざまな災害が起きており、いつどこでどんな災害に遭うか誰も分かりません。皆さんは将来自分が災害に遭うと考えることってありますか？2つの漢字で作られてるんですけど、その時のために防災訓練って必要ですよね。でもちょっと面倒だなって気持ちがあると思います。お互いを知って仲良くなれる防災訓練があったら素敵だなって考えてますね。だから防災トランプっていうのがそういう意味ではみんなでお互い知って、ある種の親睦型の防災訓練みたいな形に位置づけられたら、それこそ今の防災訓練にもっと人が参加するような流れっていうのが作れるんじゃないかなっていうふうに感じてます。誰もが一度はやったことのあるトランプ。そのトランプで楽しみながらコミュニケーションをとる。気軽にできる防災訓練、地域の防災力を高めていく。そんなユニークな取り組みが広がっています。